こんにちは。アニメ紳士です。今回は勇気爆発バーンブレイバーン第10話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。神回だったわ。まさかこっからさらにぶっこんでくるとか、このアニメ想像以上にポテンシャル高すぎるだろ。スミスがタイムリーパーなの完全に煙幕だった。もはやなんだこれとしか言えない。これもんわかんねえな。しかしまさかミユが未来トランクス編のブルマみたいなポジションになるとは思いもよらないだろ。ぶれない。勇気はある。ミユさん。ミユちゃん意外と重要な役割持ってたんだな。属性無理に盛られただけはある。ピカチュウの口論とカジマクが逆だったり、お約束ネタが細けえんだわ。1周目はエサミ単独で出撃して相打ちエンドだったのか。前半がドシリアスだったのに後半展開早いのとギャグ多めで疲れた。ルルメインパイロットでスパロボで使いたいよ。未来ルル好きだぞリリシプテ。ミユはなんか弾けてたな。作品のヒロインはルルだけど、イサミのヒロインは響きっぽかったな。あまりにも広報妻すぎる。久しぶりにイサミかわいそうだトレンドに入ってるな。ルルは気合入った変身シーンもらったのに浮かれたイサミかわいそうだよな。イサミにも変身マンクが必要。復興した日本の河川敷で佇む未来スペルビア好き。やっぱり2号ロボ枠なのね。刀みたいにタンポポで武器を手入れしてたな。やっぱり何回かループしてるのかな。相打ちとはいえデスドラ全滅してスペルビアもおとなしくしてるなら別に過去戻らなくてもよくね。イサミとセカンドスミス救わなきゃ意味がないんだろ。ルルは可能性がないなら諦めただろうけど、スペルビアとミユの推測で救える可能性が生えたんだから、そりゃ勇気爆発よ。まあ世界は救えてるけどそれじゃ終われねえってのはあるよな。佐竹はもっと未来から来たとかそんなのか。佐竹隊長怪しい論やたら言う人いたけど、正直今回はちょっと疑わざるを得ないのもわかるな。佐竹のいる図鑑本当になんだろうね。誰よりも全てを理解してそうなのがな。3人目のタイムリーパーか、それか誰かとイサミの子供とか。割と目立ってる割に今んとこ何もないから不気味ね。佐竹もタイムリーパーなのか。何かあるように見せかけて何もないのかすごく気になる。スペルビア、フェイスオープン期待したのだが、まだ可能性はあるかな。期待してるけどルルのおじさまはあれだからもう諦めた方がいいのかも。あとはグレートバーンブレイバーン歌唱のマスク割れくらいか。ブレイバーンも最後に思い出すのが食べ物ってのが胸に迫るものがあるな。来週ニコニコで配信来たら失敗したって褒めかかれまくるんだろうな。肉体じゃなく記憶を過去に送るのもあれだよね。サイボデスドライブスの残党の顔見せやるかと思ったがなかったな。引っ張るね。グレートバーンブレイバーン鍵は未来でルルがスペルビアからもらってたあれが鍵になりそう。違和感あるところほぼ回収してるから佐竹も何かあるんだろうな。ルルが急に大人びたのがスミス氏のショックじゃなく、本当に中身が大人に変わったからだったとか予想できんわ。未来ミユ格好へよかったな。しかしなんでイサミのスーツはミユ製なのにルルのはスペルビア製なんだよ。ルルもタイムリープはマジで予想外だったな。バーンブレイバーンとスペルビアがスーパーグレート合体するのか。合体してほしいけどスペルビア変化少ないから合体しそうにねえな。スペルビアとバーンドラゴンは合体できそうだが、バーンブレイバーンの背中は空いてるからスペルビアが翼になるんやぞ。2号ロボと合体するのはお約束だけど、ブレイバーンとスペルビアでデザイナーが違うんだよな。かわいい。脇、太ももを盛り、胸を削る。こいつわかってるな。提供へ見覚えあるなと思ったら水星のキャラデザのやつか。ところでなんでルルはイサミを脱がせてスミスの部屋に高速監禁したの。邪魔されたくない頭を冷やせて君まではわかるけど脱がせる必要はどこに。
なんとなくホモに配慮して。いやむしろなぜパンツを残したのかが気になるんだが、勇の死んでる姿が割とショックだった。なんかしたいというより壊れたもの感あったよな。怖い。ところどころ世界線変わってるってなったのは過去戻りが2人いたせいだったか。仮の未来とはいえ勇戦士にボロボロのブレイバーンは来るものがあるわ。その後の世界が普通に復興してるのも説明。スミスも勇もいなくなった後、ステルビアが洋服代わりだったとか。そりゃおじさま呼びにもなるわな。仮の未来というか、ゲームの1周目強制エンドみたいなもんだよなあれ。過去を変えるためには絶対に通らなきゃいけない。ブレイバーンの出現で、ブレイバーンが存在してない1周目が消滅したのと同じく、ルルがリークした時点で、勇戦士ルートはなかったことになったから、まあ仮でいいかなって。大人ルルも含めて失敗した世界線は、それはそれでもっと見てみたい。言うてまあ敵は倒してるみたいだし、地道な復興物語とタイムマシン作成のプロジェクト X になるんじゃないか。マジであと2話で終わんのこれ。絶対ロスになるわ。3体足す1を2話で片付けたんだから、残り2体余裕でしょ。ところでステルビアが最後に壊してた塔って何だったの？てか先週までの舞台って日本だったん？ステルビアは何の塔を切ったの？未来から何のためにやり直しに来たんだっけ？平和そうに見えたが。未来はブレイバーンとデスドライブズが相打ちになったとか。残りのデスドラと相打ちになったエサムとブレバーン生存ルートに改変するため。近場にあるのは前回自壊した塔かな。倒れてたから、ご丁寧に立て直したんだろうか。ベルも未来人だとは思わなかったわ。未来復興して平和そうだったのに戻る意味ある。あの風景悲壮感ゼロだったけど、これも意味あるのかな。まさか2人で戦いに行った現世界線の先からまたルルが戻ってくることになるとは。次回残りのデスドライブズと決戦して最終回で押してまいるのか。スミスから勇へ、勇からルルへ勇気爆発が継がれていく。勇とスミスを救うため、ルルがスペルビアに登場しに過去へ向かう。ルルとスペルビアの合体演出には笑っちゃいましたが、ルルが人として成長する流れがちゃんと生かされていて熱かったです。これは私のユッキの物語だ。ルルが未来を変えるためにユッキで踏み出し、ステルビアとも一心同体を果たすお話。10話だけでルルちゃんが完全にタイムリープものの主人公みたいなムーブしてる。ああ、8話ラストでルルが急に大人びて感じたのはそういうからの。今私魔法少女もの見てましたっけ？恐ろしいのはこれだけカオスな内容の10話の展開も言い当ててる人がちらほらいることよね。どんだけ鋭いの皆様、まあありがちではあるけど。スミスの戦士も引きずる中、さらなる絶望が発覚するルルの過去はあまりにも重く悲しいものだった。ステルビアとのお見合いはまさかの胸が熱く感極まる。果たしてハッピーエンドへ行けるのか。いいや、勇気を抱き皆で言ってくれ。激重シリアス強盗からシュタインズゲート味を感じる展開。大人ルルかわいいな。おじかけるルルの融合。途中筋トレしてた。そして主人公と肩を並べるライバル枠に。でも俺知ってんだ。最終回でブレイバーンとステルビア合体すんだろ。何度だってやり直す。明かされたルルのこれまでの童貞。互いの心と魂をぶつけ合って一つになる。それをお見合いと呼ぶんだ。そして我のことはおじさまと呼ぶのだ。美少女アニメ的変身で、過去と未来と今が勇気でつながって、いざ行こうラストフライト。ついにルルの謎も明らかに。残りには、あと2週間で最終回。改めて本編第1話から振り返ると、8話ラスト、9話冒頭の展開を数度繰り返すスミスと、イサミ&ブレイバーンの運命を変えるべく動いたルルの意志が、10話前半の分岐点につながると、ルルとスペルビアの通過儀礼。お互いの命を落とし熱い魂をぶつけ合ったその時、二人の心は通じ合うお見合い。これって5話ボクシング界とも重なる。スミスとイサミが友になったきっかけの、7話のスペ登場スミスオだけでなく、5話もこの10話と合わせる脚本構成のうまさよ。ルル、ステルビアに衝撃の真実を告白。ブレイバーンの反壊作画がバリっていて心地よい近未来。
ですがライブズとの戦闘でイサミは戦死。おそらくは10年後か、ステルビア、おじさまやミユと打開策を探し続け、ルルは大人に。オープニングの最後の伏線回収かな。意識だけ別時空に飛ぶのはマブラボールタを想起させますね。特訓シーンが完全にロッキーで草、ランボーと言いスライをしてきますね。あと冒頭のブレイバーンが00エンディング4のラストカットだったり、引用元がことごとく好きな作品で嬉しい。今回も面白かったです。ルルちゃんとステルビアに無限の可能性を信じていた。私が大歓喜のとても素晴らしい回だった。ロボ側にも勇気が必要なんだ。あと、普段通りのスミスなら、ルルちゃんを戦場に行かせたがる気がしないから、ここも何か秘密がありそうだ。生きて帰る。ヒーローになる。スミスの残したサバイブが心に刺さる。ルルの勇気がステルビアを動かし、ブレイバーンと共に最後の戦いに臨む。ここに来て、タイムリープ要素も入れてきて胸熱展開。ステルビアは本懐を遂げることができるのか。ルルのイントネーションはここにつなげるためか。涙。ブレイバーンがスミスだとルルに直感させることで、前回の説明を入れる脚本は見事。そこからの怒涛の展開、そして皆より先んじて戦場に赴く二人という構図が激アツすぎてたまりません。めちゃくちゃ面白かったです。タイミング的にドラゴンボールでトランクスがタイムマシンで人造人間倒しに来る話を思い出したり、さておき、今回のギャグやりながら話を進める脚本が本当に素晴らしく、勇を落としたルルのよし、よし、じゃねえと5億人くらいが突っ込んだはず。誰かを助け守るためには、それなりの技術と実力が必要。それはルルとて例外ではない。思いを届けるため、彼女は時をかけてスペルビアと一つに、ロボットものであり、ヒーローものであり、青春群像劇でもある。変身バンクよかった。10は、なぜか涙が出てるんだが、自分でも意味わからないんだが、スミスはエサミ、ルルはスミスとエサミとステルビア。時を超える5次元の愛なのね。当初のイカれっぷりから、ブレイバーンに泣かされる日が来るとは。でもさ、ですがライブズって、戦わなきゃいかんの。リアルロボからスパロボへと巡り、コメディ色が強まったところで、シリアスさと伏線を回収してくる。感心するほどに構成がうまいな。で本編、ルルとスペルビア、そのなるべくしてなる振りが効いた1話、これまで一度も熱さが冷めない本作の強さだな。よもやルルがスミスに匹敵するキーパーソンだったとは。少女とおじさまの関係は微妙に背徳感がある。悲劇的な未来とスポコン展開。拘束された変態チックな勇や突然の変身バンク等、見た目と実情のズレへの困惑をカタルシスに昇華する演出が見事。ブレイバーン10話まで見てやっとわかった。この作品は純粋に魂で感じるロボアニメだ。多くの魂で感じる作品を作り続けた大張監督しかこれは作れないし、作り出せないと思う。これを求めてた本当に嬉しい。ありがとうしかないな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。